韓国ソウル地下鉄マポ駅。着いたオフィスなどが多い地域やからスーツ着てる人は多いけど、スーツ着用してニット帽はさすがに俺だけ。さて今日行くところはこっち。今日はそんなビジネスマンが仕事終わりに集う店。いっぱい行くでなんて思いながらマポの街をコチュワサビが今日も行く。マポ駅一番出口を出てまっすぐ行くと、ある看板が目に入る。なんやろこれ。マポ循環列車バス。マポグにある名所をぐるっと回る観光循環バスなんか。マポグといえばまず本殿で、他にはマンウォンシジャンやワールドカップシジャン。確かに。でハヌル公園にソウルワールドカップ競技場。そっからマポ四眼マッキル。フォークとスプーンでわかるよね。私が今いるところはそうここなんよ。さあ行くで。ここがそのマポ四眼マッキルの入り口かな。書いてあるやん。こっちには丁寧にグルメ通りとも書いてある。あかん、これだけで腹が減ってきたわ。道にも書いてあるやん。これ何かわからんけど。さあ日も沈み出してきたで。この時間帯からこの一帯は人が増えてくる。俺の食欲も増してくる。ウキウキや。着いた。早くもう腰たはー手近るべソジュハンジャンイゴロハルマムリだ。今日のお店は元祖ジョバッチ。すぐ横には炭の箱が積み上げられてる。こうやって見ると監獄みたい。こりゃ手近るべから逃げられへんで。自ら自首してきました。今日のお店に入店です。こちらのメニューは3種類。国産韓牛の味付け肉、国産の手地カルビ、そして生カルビ。シンプルな老舗らしいラインナップ。注意書きも書かれてる。火事防止のためのニンニクの油は提供できないだったり、あと重要なんは焼ける前には切らずよく焼けてから切ってくださいと書かれてる。よし、じゃあ早速注文していこう。はい、こっちです。돼지갈비 인분하고요. 그리고 공깃밥 하나랑 된장찌개, 그리고 소주 하나. 진도 있어요? 진도. 예. そして注文と同時に準備してくださった基本のおかずはネギの和え物、キャベツの入ったソース、ムセンチェ、サンチュ、そしてドンチミも、最後にニンニクとサムジャン。先ほど表にあった炭も店内に運ばれてきた。早いでできた。俺もつられて急いでぐる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 。今日は一緒に炭で炙られようやローリング。今日はこのガマちゃんもすでに熱気ムンムン。あれ、グラスもオリジナルかこれ。飲ませに来とるな。本日一杯目。急に落ち着き出す。向かい席、知らぬ誰かの秋惜しみ。ありがとうございます。まずはこれを入れていこう。ドンチミ、中にはククスも入ってる。こういうのは一口でいくんや。その理由は今日の後半部分でわかるやろ。ドンチミでガマちゃんがなかったことになる。歓喜の拍手でこいつも運ばれてきた。お待たせ、マイトング。まあ俺が持ってきたわけやないけど、しっかりとヤンニョムにつけられたお肉の姿があらわになる。ビューティフォー。右手にずしんと伝わる手地カルビの重み。ビューティフォー。網に乗せる。
これがホームシアター。そしてもう一枚、君臨。音の立体化。そしてそんな音と伝わるひとまざるヤンニョムの香り。山頂で息を吸うより深く吸い込む。やばいお薬やってるんかと疑われるからやめときや、そういうの。やっぱりビューティフォー。そしてさっきお肉と同時に頼んだ天ジャンチゲ。もうこれだけでうまそう。手地カルビにはやはりご飯も。正直この1回目焼くのが難しい。火がまだまだ不安定やから強いのよね。でもええ感じの焼き色。もうこのままかぶりついたのかな。今の俺やったらできる。そして続いてもう1枚。網の形に焼き色がついてもうたまらん。あかん、もうどうしよう。右往左往。ガマちゃん助けてってことで瓶が傾く。この焼き色とあたりに漂う香りで右手は急勾配になっていく。グイッ。じゃあそろそろ切っていこう。直近。今日の俺は手地カルビ専属の美容師や。チョキチョキ。タレの照り具合が俺を誘惑してくる。食べやすい大きさに美容師はハードワーキング。早く食べたいねんけどここで急ぐとダメ。ヤンニョムですぐ一瞬で焦げてしまうから、まずは網の交換。そして店員さんが出してくれた器に移していく。実は網の上から食べたいねんけど撮影しながらとなると焦げてしまうから、それだけは避けたいってことでお箸はお肉に直行。一目会ったその日から夫婦。熱気とヤンニョムをまとったこの手地カルビ、一口。やっと監獄から出れたと思ったら再びの再逮捕。マジか。まずはものすごく柔らかい。そして手地カルビって店によって特徴が違うけど、ここのは甘くてしょっぱい。そのバランスがとてもいい。こういう手地カルビは白ご飯と相思相愛だから頼んでんけどね。お肉一口でご飯たんまりコース。本気のご飯泥棒。やっぱり手地カルビから逃げられない。ご飯を入れたらすぐさまお肉。人によってはこの甘さが苦手っていう人もおるとは思うけど、その時はご飯は必須。止まらない手地カルビ。冷めちゃうと美味しくないからお引っ越し。次は緑の絨毯がやってくる。俺の好きな食べ方。ご飯をすくってのせる。転がっても慌てない。土台が大切やからね。9。ここは急いでお肉を2切れ。到着。ここには欠かせない味の試客。ニンニクを3ジャンにつけて急降下。あぶね、ナイス反射神経。これよこれよ。山地の中にはIt's a small world。そこの住人に俺はなります。無理やりにでも転入届を提出して一口で食べていく。ヤンニョムの味とマイルドにするご飯、そしてそこにアクセントをつけるニンニク。そりゃガマちゃんも黙ってはおられへんよね。でもこれだけなんてもったいない。誘惑のペロリはあったものの、お肉を一切れ3ジャンに。今日以上に千手観音を羨ましいと思ったことはない。パクリ。ガマちゃんとの合体技は見事。開始早々に一口ククスは食べてしまったドンチム。これが休憩ポイントとなるおかずである。これ一口で再びお肉が恋しくなる。そしてご飯を頼むと出してくれるこのチョンガッキムチ。これは俺のおすすめポイントやけど、お肉を頼むときにご飯は頼んでほしい。だってこれついてくるから、ぜひお肉を食べる時のお供にしてほしい。こういう風に。いや待て、もう一段階高みを目指そう。잠시만요。スプーンでご飯をすくう。そこに王が君臨。3ジャンを少々乗っけてあげる。一気にパクリ。チョンガッキムチ、手地カルビにご飯ときたら、そのままスプーンはテンジャンチゲ。この自然界にある普遍的な道理を遵守する。それこそが一番美味しいのである。冷めても大丈夫。網の上に乗せて温めてやる。さあそろそろ焼いたお肉も少なくなってきた。こんにちは。舞い降りる。またまた鍋の後ろからこんにちは。やはり欠かせないご飯も乗せる。ネギの和え物。皮
完全な総合芸術。いつの間にか出してくれてたネギキムチ。いや、これはここじゃない。シャキシャキとしてて、おい、またこれ酸味。手近カルビって単純なようで、やることいっぱいあって手が足りん。やっぱり千手が、これええわ。ほんで口も足りひんからね。ブラックホールに吸い込まれる。ネギもおとなしく入ってくださいね。ガマちゃんもおとなしくグラスに入っていく。正直ここからやりたいことはまだあるから、ケーキ漬けの一杯を入れてやる。その前にパクッ。熱々お肉をかじっていくと、天ジャンチゲからも湯気も出てきた。豆腐を一口、熱々一口。これが炭の力。こいつは一旦帰宅準備。次のために道しるべを作っておく。さっき言うたよ。俺はやりたいこと、いや、やらなければいけないことがある。同じようにひっくり返し、再び任命、専属美容師。お肉の内側まで熱が入る間には、ご飯の器に天ジャンチゲを入れる。それをバランスよく混ぜ混ぜしたら、次の一大イベントに向け書き込み食べる。この天ジャンチゲは1000ウォンのくせにうごじもたくさん入って家庭的な優しい味。ただこれが今日のデザートではないということを高らかに宣言する。そう、デザートはククスの入ったあいつなんや。はい、하나님, 넌ミックス. 예. 하나만요. 예.来た。今日のデザートはこのドンチミックス。ほてった体には最適。フライングしてもうたけど、麺が目の前に現れる。これは酸味が広がりさっぱりしてる。準備していた手地カルビ、そいつを浮かべて麺と一緒に持ち上げる。これ最終奥義を披露してしまった。手地カルビの油にドンチミククスのさっぱりさ、正反対の性質のものが混ざり合うと、それはもう奇跡の始まり。最高やでこれ。再び手は手地カルビ。2切れそっと置いたら浮かび出す。これ一度食べたら止まらんようになるんよ。うまいという恐ろしい記憶が次から次へと手を動かせる。ドンチミもグイッとペチってなってもうた。ダブル大根システム。無線チェを追加。パクリ。最後の一切れ。ちょっと焦げてもうたけど最後やからしゃあない。別格の存在感を見せるドンチミの海で泳ぎながら、俺は全てを平らげてしまった。炭火に揺れる甘い香りとともに、あれ、唐辛子が口から生えてる。これがコチュワサビ。よく焼いておいた骨の部分は最後の楽しみ。網の上でじっくり焼かれ、めちゃくちゃ熱い。ここはもう思ったほどお肉も残っていなかった。でもこれは最後の儀式やしね。十分すぎるほどお腹は満たされた。さて、そろそろこいつも最後の一杯ぐらいになってきた。ちょっと待って、手に油つきすぎてるわ。つるっと滑ってガマちゃんこぼしたら絶対にあかんで。だから最後の一滴まで。本日最後の一杯。これ何飲んでるかというと、カメラマンがボタン押し忘れてて撮影できてへんかったんよ。最後サービスで出してくれた湿気。これもうまかったのに。アポ駅にある親切で老舗感の残る手地カルビ屋さん。なんか書いてある。満席やって。そうそう、最後の方店にぎやかやったの。やっぱりこれで一日を終えたんやな。この甘さとしょっぱさがご飯にも合う手地カルビ。いやー、大満足や。表通りに出ると入り口とは逆サイド。ただここには扉一つ、お手洗いがあった。じゃあ失礼します。あれ、番号入力せなあかんわ。そうか。でも番号を聞きに行くだけに戻るのはめんどくさいな。でもこんなんでズボン濡らしてもうたら強制送還になってまうで。ってことで今日の食物語はこれでおしまい。チャイモムスンだー。